今日はですね、映画とドッグタグについて、紹介をさせていただきます。で、後半ちょっとトップガンのドッグタグで発見をしましたので、その辺も紹介させていただきたいと思います。私どもで使っているドッグタグマシンはこちらになります。おそらくですね、第二次世界大戦以前に作られたものですね。下にGE のモーターがありまして、これですね、これをシリアルナンバーから調べますと、1930年製ですね。1930年というと、GE の創始者、エジソンがまだ存命だった頃ですね。その頃の本当に貴重なドッグタグマシンで、これの最大の特徴はですね、実はこれ小文字も打てるんですね。これは世界に、私はこの1台しか見たことがなくてですね、あっても数台しか現存してないんではないかと思います。で、実に400ポンド、180キロありますので、まあもう移動するのはもう大人4人ということになりますね。では実際にちょっと打ってみたいと思います。後ほど詳しく紹介しますけども、まずはトップガンのグースのドッグタグから打ってみたいと思います。で、トップガンで使われるドッグタグはですね、こう右側に穴が設定されてますね。で、ドッグタグっていうのは、ドッグタグにはですね、18文字 ×5 行まで打つことができます。まあでも大体17文字ぐらいに収めておいた方がいいんですけれども、そのように打ってきます。で、グース、トップガンではですね、真ん中の3行を使いますね。では実際に打ってみましょう。セットはですね、右穴の場合は逆にこのようにセットして、裏返しでセットしてますね。で、まあ17文字あたりのスタートにしますので、こんな感じですね。で、2行目から打ちます。BRACH ブラッド症本場、スペースですね。で、ニックで開業しまして、同じくまた17からのスタートにしまして、社会保険番号ですね。で、最後の行 N30、これ多分米海軍のネイビーのなんか所属部隊とかそういう意味合いがあるんでしょう。で、血液型です。8のところに血液型で電源切って、これで、完成ですね。こんな感じですね。で、これにサイレンサーと言われる、ゴムをつけます。まあこのサイレンサーですけども、これはまあ好みなんですけどね、トップガンではみんなつけてるので今つけてますけども、つけてる人もいればつけてない人もいます。名前の通りですね、音を消すためのものです。サイレンサーがない場合はですね、こうジャラジャラ音がするんですけども、まあ、サイレンサーをつけるとそれがしなくなるということですね。で、これにボールチェーンをつけます。で、ボールチェーンは、まあ、長いのと短いのがあります。で、2枚セットが、まあ、通常ですね。で、長い方は24インチ61センチぐらいと30インチ長い、もっと長い場合はですね、75センチのだいたい2つが使われてますね。短い方は 12.5 センチで5インチですね。で、この2枚セットになるんですけども、まあもう基本的なところで、なんでそもそも2枚必要なのかというところですけど、やはりこっち、戦死された場合にですね、こっちを回収するということです。こっちを遺体の方につけておいたままこちらを回収して、まずヘッドクォーターの方に送るとか、そういう機能があります。で、ドッグタグの歴史なんですけども、第二次大戦よりも前はですね、こういった、丸型のものが使われていたことがあります。で、第二次世界大戦が、始まりますと、いわゆるおなじみのあるこのノッチと言われるものがついているタイプですね。こういうドッグタグが採用されます。このびっしり5行打ってるのはですね、ちょうどもう本当にパールハーバーの時期ですね。
1941年これですね、パールハーバーの時期に、こういったものが使われてました。でこのノッチっていうのはですね、よくちなみにこれ本物なんですけども、歯に刺すと、死体の歯の間に刺すというような、まあ都市伝説的な話がありますけども、これはもともと機械にセットするためのものです。機械の棒型もあったんでしょう。これにガチャッと固定するためのもので、なんか自衛隊の陸上自衛隊の一度入札の要項を見てた時にそのような記載が法律か、政令か分かんないですけどありましたけども、都市伝説が実際の法律になっちゃったような感じですね。でも実際はこれは機械にセットするためのもので、死体の歯に刺すためのものでは本来ありません。で、まあ、いわゆるこのノッチ付きのタイプのドッグタグが、1941年頃ですね出ました。まあ、ただこの頃はですね、あまりボールチェーンというのは使われておりませんで、まあこういう紐ですとか、これも当時のものなんですけども、あと、まあ、後ほど紹介するこういうタイプのチェーンですね、騎兵タイプのものが使われていました。で、まあ、パールハーバー機を得て、でちなみにこの頃のドッグタグ、名前、社会保険番号ですね。でこれは多分緊急連絡先ですね。おそらくこれは奥様だと思うんですけども、住所です。で P、これはプロテスタントですね。宗教、これが描かれてますね。で次の時代ですね、第二次世界大戦も押し迫ってまいりますと、ドッグタグもこんな感じに省略されます。2行になります。名前、社会保険番号で、予防接種の年ですね。前が免疫グロブリンで、後ろが破傷風トキソイドの接種年が刻印されて、O 型、血液型で、 P はプロテスタント宗派ですね。これは埋葬に必要なのでこのように刻印されています。でこれは当時のチェーンがついてますけども、マックス KD ではちなみにこの復刻版の第二次世界大戦タイプのチェーンですね、こういうのを、販売させていただいております。こんな感じで取り付けます。ですね。こんな感じです。で、まあそもそもこのノッチ付きのこのドッグタグですね、これはいつぐらいまで、使われたかというとですね、1964年ぐらいですね。ベトナム戦争が始まるちょっと前ぐらいまで使われてます。ですからベトナムの兵士もですね、まあ、古参兵というか、それ以前から所属されている方は当然このノッチ付きのこういうドッグタグになります。でこの面白いのがこの、まあ1986年トップガンと同じ年の公開のプラトーンですね。これDVD のではこのノッチ付きのドッグタグが、王になってるんですけども、ブルーレイ化された時にはですね、ノッチがなくなってしまっていました。まあまあ当時はどっちもありえるんです。でちなみにこのエリアスですね、エリアスは古くからいる兵士なので、おそらくノッチがついてる方のドッグタグになると思います。でさらに、この細かい文字見てみますと、このエリアス、これ小文字併用されてますよね。これってもう本当にうちのマシンでしか打てないのではないかと思うんですけども、まあいずれにせよこういった違いがあります。で他の映画のドッグタグをちょっと見てみますと、まず X メンですね、ウルヴァリンのドッグタグですね、ノッチ付きのタイプがありますけども、まあ、X メン1ではなんかちょっと違うタイプのドッグタグ使ってまして、それでこの X メンオリジンズでもアマダンチウムを注入されたらこのようなタイプの、まあどういったんですか、重金属のようなドッグタグをしてるんですけども、それまではずっとこの第二次世界大戦タイプのこのノッチ付きのタイプを使ってますね。で長さはこれ30インチありそうですね。で
ちょっとヒュージャックマンの胸像がですね、ウルヴァリンではなくてソードフィッシュ仕様にしてますので、ご容赦いただきたいと思いますが、またウルヴァリンも作ります。ウルヴァリンのドクタグはこんな感じですね。ローガン社会保険番号で T の35、これ予防接種が1935年ということですね。ウルヴァリンは各戦争全て従軍してますので、そういう設定です。で A 型 NO の、これはノープリファレンスですね。無宗教の意味です。このウルヴァリンに関してはですね、この映画のパンフですね、これにはっきりと映ってますので、これできっちり同じように再現することができました。続いて、ランボですね。ちょっと2、3で登場するブッダのペンダントもついてますけれども、1では、ベトナム機関兵のランボーのっち付きで、ドクタグをしてます。ちょっと珍しく裏側ですね、こっちから、デボスしてる感じですけども、ランボー、ジョン J ですね、社会保険番号ベーカティームで血液型、これもちょっと血液型とか社会保険番号は想像ですけども、こんな感じでランボーのドクタグを作っております。で、トップガンですね、トム・クルーズ、すいません、マベリックはこんな感じですね。ピート・ミシェル・ピートで社会保険番号グースと同じような感じです。アイスマンも同じですね。カザンスキー・トムで社会保険番号な感じですね。がトップガンのドクタグです。で、ウィル・スミスはそうですね、インディペンデンス・デーで、してましたね。サイレンサーのナイトタイプで海兵隊の国隊という設定でドクタグをしてました。こんな感じです。で、ここからがですね、本題といいますか、余談といいますか、これはトップガンでマーヴェリックがグースの、ちょっとネタバレになりますけども、遺品を整理しているところなんですけども、でここでですね、これですね、先ほど打ったグースのドクタグが出てきます。ブラッドショーニックですね。で社会保険番号 N34 の血液型 O のグースのドクタグが出てきます。でこれをですね、マーヴェリック握りしめるんですけども、この後これをですね、このメグ・ライアン演じるグースの奥さんにこの箱に入れて渡したかどうかっていうところなんですよね。なぜそういうことを言うかと言いますと、この、終わりの方のシーンでですね、戦闘を終えたマーヴェリックが、海にこのドクタグをですね投げ捨てます。これですね。で普通に考えるとですね、これはグースのドクタグじゃないかというふうに思います。で私もずっとそう思ってました。しかしですね、ちょっとこれをよく見てみますと、これですね、この血液型が B なんですよね。さっきのグースは O でした。でよく読むと、グースはブラッドショーニックなんですけど、ここはメットカーフマイクというふうに読めるんですね。でメットカーフマイクって誰かというとバイパーなんですね。教官のバイパーなんです。でなぜ、このマーヴェリックがバイパーのドクタグを持っててこれを海に投げ捨てたかと、これがまたお父さんのですね、デューク・ミッチェルとかいうことですとまた話は違うんですけども、バイパーのドクタグを海に投げ捨てたということになってます。これはちょっと本当に謎ですので、いろいろと考えるところがありますね。で、マックス・ケリーではですね、純銀製ピュアシルバーですね、純度 99.9% の、ドクタグも販売させていただいております。第二次世界大戦型のこのノッチ付きのタイプと完全に同じ型で作っております。裏もこんな感じですね。
まあ片方から打つとか、レーザーで彫刻とかいうのはあると思うんですけども、先ほどのドクタグマシンでしっかりと完全にドクタグと同じように作っております。もともとですね、これは私の友人であり師匠であるミックさんという元米海軍兵の方に送るためにこれを開発しました。非常に困難でした。ステンレスと違ってですね、同じ厚みでいくとぐにゃぐにゃしますし、厚すぎるとドクタグマシンにセットできない、そしてあと傷だらけになるということで、もう本当に試行錯誤の末完成した、完全銅型の純銀製のドクタグになります。まあこんな感じで4行を中心にっていうこともドクタグマシンはできますので、その方がちょっとですね、シルバーのキラキラした面が多いので、あまり文字数は多くない方がおすすめになりますね。本当にこんな感じですね。もうすごくゴージャスです。贈り物にも最適ですので、おすすめの一品です。他にもですね、いろんな色のサイレンサーですとか、各種材質のドッグタグと取り揃えています。こんな3行だけ打てるこのペット型のドッグタグなんかもあります。まさにドッグタグなんですけどもありますので、ホームページの方をご覧いただければと思います。ということで今日は映画とドッグタグというテーマでお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。